彼は、この小さなダンベルさえ、重すぎると言っていました。かつてミスターユニバースに輝いた伝説の男、ルー・フェリーニョ。カムバック公演に向けたマイケルの専属トレーナーを務めた彼が見たのは、世界を熱狂させたダンスからは想像もできない、限界を迎えた50歳の男の姿でした。キング・オブ・ポップ、マイケル・ジャクソン。2009年、再起をかけたステージを前にした彼の肉体は、すでに悲鳴を上げていました。1日55錠にも及ぶ薬剤を服用し、痛みと戦いながら、それでもリハーサルに向かい続けた日々。400億円を超える負債と、度重なるスキャンダルという重圧が、彼の細い肩にのしかかっていました。周囲は彼を過去の遺物と呼び、復活は不可能だと笑いました。しかし、彼は周囲にこう漏らしていました。これは冒険なんだ。まだ誰も見たことがない場所へ、みんなを連れて行きたい。これは、死の直前まで絶望と情熱の狭間にいた男が、最後に見せた奇跡の記録。第一幕、静かなる崩壊。運命の歯車は、あの栄光の裏側ですでに狂い始めていたのです。1984年、アルバム、スリラーで頂点にいたマイケルを、予期せぬ悲劇が襲います。コーラの CM 撮影中、演出の火が彼の頭部に引火。頭皮に深刻な火傷を負うという、あまりに凄惨な事故でした。しかし、この時、世界が目撃したのは悲劇だけではありませんでした。治療中、彼は病室で自らの怪我を顧みず、同じ病院の患者たちを励まし続けました。どこまでも完璧で、どこまでも慈愛に満ちたスター。しかし、その美談の裏側で、彼の人生を蝕む、静かなる毒が、ゆっくりと体に回り始めていたのです。やけどの激痛を抑えるために処方された鎮痛剤。最初は、治療のためでした。しかし、ダンスに完璧を求め、一睡もせずに創作に没頭する彼のストイックすぎる性格が、依存への拍車をかけます。ステージの上では、痛みなど微塵も感じさせない紙のようなパフォーマンスを見せる。けれど、その幕が降りた瞬間、彼は激しい痛みと薬の副作用に苦しむ一人の男に戻っていました。ファンの期待を裏切るわけにはいかない。その強い責任感が、彼をさらなる薬物依存へと追い込んでいきました。肉体は悲鳴を上げ、精神はすり張っていく。その不調を隠すかのように、彼の言動や容姿は少しずつ世間の常識から乖離し、メディアはそれを聞こうとして面白おかしく報じ始めます。かつての輝きが少しずつ、しかし確実に歪んでいく。そして、この肉体的な衰えに乗じるかのように、1990年代という最悪の10年の扉が、音をたたで開こうとしていました。1993年、鎮痛剤への依存に苦しむマイケルを、さらなる地獄が襲いました。児童虐待の疑惑。世界中のメディアは、根拠のない憶測を事実のように報じ、かつて彼を崇めた人々は、手のひらを返したように石を投げ始めました。疑惑については、ここでは触れません。しかし、この出来事が、彼の精神を粉々に砕いたのは事実でした。誰を信じればいいのか、どこへ行けば安らげるのか。彼は、自ら作り上げた聖域、ネバーランドの中に、より深く、孤独に閉じこもるようになっていきました。しかし、絶望の淵に立たされた彼は、ただ黙って耐えていたわけではありません。そのやり場のない怒り、悲しみ、そして世間への不信感を、彼は音楽という唯一の武器に変えて叩きつけました。1995年、アルバム、ヒストリーを発表。そこには、かつての優しく繊細な歌声とは一線を画す、むき出しの感情が刻まれていました。自分を追い詰めるメディアへの怒り、偏見に満ちた社会への叫び。彼は歌うことで、世界と、そして自分自身の闇と戦い続けていたのです。妹ジャネットと共に発表した楽曲、スクリーム。その曲に込められたのは、まさに彼の内側から絞り出された叫びそのものでした。世界中のメディアから向けられる冷酷な視線、逃げ場のないプレッシャー。彼は、世界で最も有名な男でありながら、
世界で最も孤独な場所から切実な SOS を発していたのです。しかし、その叫びが世間に届くことはありませんでした。人々が求めていたのは、彼の音楽ではなく、彼がいつ、どのように破滅するかという残酷な見せ物だったのです。疑惑、裁判、そして膨れ上がる巨額の負債。かつての栄光は砂のように指の間からこぼれ落ち、2000年代に入る頃、彼は音楽界の表舞台から完全に姿を消しました。誰もが、マイケル・ジャクソンは終わった、と確信した、その時。彼の中に残った最後の一滴の情熱が、一つの奇跡を呼び寄せます。2005年、長く苦しい裁判の末、マイケルに下された判決は全面無罪でした。しかし、それは勝利と呼ぶにはあまりに無残な結末でした。数年に及ぶ裁判で、彼の心身は限界を超えてすり減り、かつて夢見た理想郷ネバーランドさえ、多額の維持費と負債によって維持できなくなっていました。家を追われ、子供たちを連れて世界各地を転々とする日々。かつてのキングオブポップは、もはや安住の地を持たない放浪者となっていました。世間は彼の不遇を嘲笑し、メディアは借金まみれの転落スターというレッテルを貼り続けました。2009年になる頃、彼の負債は約400億円という天文学的な数字に達していました。債権者たちは容赦なく追い込みをかけ、マイケルは人生の全てを失う瀬戸際まで追い詰められます。もはや、彼には選択肢が一つしか残されていませんでした。自分自身を守るため、そして何より、愛する子供たちの未来を守るため、彼は、ボロボロになった肉体に鞭を打ち、悪魔との契約ともいえる無謀な挑戦を受け入れる決意を固めます。2009年3月、ロンドン。世界中が注目する中、彼はカムバック公演の記者会見に臨みました。ステージに現れた彼は、拳を突き上げ、This is it、これが最後だ、と宣言します。しかし、そのサングラスの奥にある瞳は、期待よりも大きな不安で揺れ動いていました。短いスピーチの間、時折震えるその手には、彼が背負わされた凄まじいプレッシャーがにじみ出ていました。全50公演、50歳を迎えた今の彼に、それが不可能な挑戦であることは、誰よりも本人が分かっていました。周囲の過剰な期待という名の巨大な重圧が、彼の細い肩にのしかかります。これが、本当の最後になる。破滅か、それとも再生か。運命の歯車は、誰も予想しなかった魂の逆転劇へと回り始めます。リハーサルが始まった当初、スタッフたちは息を飲みました。そこにいたのは、かつての力強い帝王ではなく、風が吹けば倒れそうなほどに痩せ細った、一人の脆い男だったからです。しかし、ある楽曲をめぐる攻防が、現場の空気を一変させます。1995年、彼が世界で初めてシングル初登場1位という金字塔を打ち立てた名曲、You Are Not Alone。この曲をめぐり、マイケルと演出家の間で、ある火花が散りました。演出家のケニー・オルテガは、公演時間の制約、そして何よりマイケルの体力を考慮し、この曲をセットリストから外すことを提案しました。しかし、マイケルはその提案を即座に、そして毅然と拒絶しました。これは僕が初めて全米1位を取った大切な曲なんだ。どれほど体が悲鳴を上げていても、自分の歴史を刻んだ一曲を、そしてそれを待っているファンの思いを、彼は決して妥協しようとはしませんでした。さらにスタッフを驚かせたのは、彼の音に対する異常なまでの執着でした。リハーサル中、彼は何度も演奏を止め、こう繰り返しました。レコード通りの音にしてほしい。ファンが聞き慣れた、あの最高の音を再現するんだ。それは、自分を利用しようとした世界への怒りでも、借金返済のための義務感でもありませんでした。最高のものを作らなければならないという、アーティストとしての純粋な使命感。1995年に孤立の中で生まれたあの魂が、2009年のボロボロになった肉体と、今、完全につながった瞬間でした。死にたいだと思われていた男は、音楽の魔法によって、
再び本物のキングオブポップへと覚醒しました。リハーサル最終日、彼は周囲が驚嘆するほどの完璧なパフォーマンスを見せ、誰よりも公演の幕が上がるのを心待ちにしているようでした。しかし、運命はあまりに残酷な結末を用意していました。結末、完成されたし、彼が最後に残したものは一体何だったのか。2009年6月に15日、世界中に衝撃が走りました。マイケル・ジャクソン、急逝。カムバック公演をわずか数週間後に控えた、あまりに早すぎる最後でした。演出家のケニー・オルテガは、その知らせを自宅の電話で受けました。しかし、彼がその悲劇を現実として受け止めるには、少しの時間が必要でした。なぜなら、そばにいた家族が、電話の内容を聞いてこう言ったからです。嘘だよ。マイケルはさっきまで、テレビの中で元気に踊っていたじゃない。その家族にとって、そして世界中の人々にとって、リハーサル映像の中で見せた彼の輝きは、死とは程遠い、あまりに生命力に満ちたものだったのです。世間は彼の死を志半ばの悲劇と呼びました。しかし、本当にそうでしょうか。400億円の借金に追われ、満身創痍の体で舞台に立とうとした彼は、死の間際、リハーサルという名の最後の聖域で、かつての自分さえをも超える完璧な芸術を作り上げていました。映画、This Is It に収められたあの姿は、追い詰められた人間が見せた、魂の極限の輝きです。もし彼が、失意の中で何もせずに言っていたなら、それは天楽で終わっていたかもしれません。けれど、彼は最後の瞬間まで動き続け、踊り続け、アーティストとして死にました。その執念が、彼の人生をただの悲劇から、誰にも汚せない伝説へと昇華させた。彼の死は、絶望の果てに自らの手で完成させたものだったのです。私たちは、彼ほどの天才ではないかもしれません。しかし、彼が最後に見せた背中は、一つの真実を教えてくれます。たとえ、どれほどのどん底にいたとしても、どれほど世界から背を向けられたとしても、それでも、自分にできることを、一歩ずつ、動き続けること。その動き続けるという行為そのものが、人生に輝きを与え、不滅の意味を持たせるのです。マイケル・ジャクソン。彼が最後に見せたものは、死という名の、あまりに美しい再生の物語でした。このチャンネルでは歴史に名を刻んだ偉人たちの起死回生の物語を AI が描く映像でお届けしています。もし今日の物語があなたの心に響いたならチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。次回もどん底から立ち上がった一人の人間の物語をお届けします。